らせハウスへようこそ、アキです。前回までにカップボードのリメイク、壁紙貼りを終え、オシャンティーなキャッフェみたいになったかに思えたこじらせキッチンだが、高低差エグ。果たしてこのエグすぎる高低差を解消し、無事おミーレ様をお迎えすることができるのか。そしてついにニューキッチンのランクが明らかに。はい、卑弥呼様みたいになってましたけどね。いよいよ明日ですね。キッチンを外す運びとなりました。まだ古いとは言えないこのキッチンをリフォームするに至った経緯につきましては、こちら問題作エピソード15 DIY やめますか、それとも母親やめますかの後半をご覧いただければ分かりやすいかと思います。そしてそのエピソード15の最後、予告で宣告された衝撃の事実。キッチンを外すのは YouTuber の落とすこのアタスがキッチンを外さねばならないと戦々恐々なポンコツど素人。そして現時点でキッチン外しの流れとしまして、鬼監督から告げられている事実はただ一つ。明日朝9時ぐらいに水道屋が来る以上であります。不親切も甚だしい。接種目線では文句の一つも言ってやりたい気持ちでいっぱいですが、いかんせん私ど素人ポンコツ DIY やプロの端くれにも属せぬ下っ端以下の存在。いろいろ聞き返してわけのわからん専門用語乱射に気力と体力を削られるのだけは避けたいポンコツが返した返事は「ヘイ!」の2文字、ただ2文字となっております。そんなこんなでよくわからぬまま、来たる水道屋さんの襲来に備え、着々とキノコキッチンの中身を出していきます。慰めてくれる優しい長男。と思いきやただのギャングだった。スパルトラダイビングジャンプ、スパルトラダイビングジャンプ。あっと危ない。監督の指示により、後ほど撤去予定のボードのビスを外しておきます。もしかしたらこれが最後の料理になるかもしれない。これが最後の調理、最後の洗い物。いくら苦痛だったとはいえ、10年お世話になったキノコキッチン、感慨深いですね。水道屋さん2人の登場です。撮影しつつ来たるキッチン外しのタイミングを伺うど素人。工程はこんな感じ。長い道のりですね。久しぶりに見たこれ。こんなとこにいたのかお前。何年も前に落として行方不明だった換気口カバーの片割れ発見。どこにあったの？こビルトインガスコンロの外し方も動画で予習済みだが、あれおかしいな。水道屋さんってキッチン外せるの？そこに完全ホームな現場監督も加わり、完璧なまでのディフェンスを決め込む3バックス。すぐそこにゴールがあるのに手も足も出ないど素人。ホームなのに完全にアウェイ。やばい、このままでは見どころが取れ高がなくなってしまう。視聴者さんは秋が四苦八苦する姿を期待しているに違いない。それなのにそんな必死の思い虚しく、結局優しき水道屋さんと説明不足な現場監督の手により、あれよあれよとキノコキッチンは解体されていく。豆鉄砲を食らった秋は昔モヘヤンと同じ会社で働いていた時のことを思い出しました。職人さんや監督はじめ現場の人たちって良くも悪くも男気で溢れているんですよ。もう女子供は突っ込んでろいが受け継がれし世界。ジェンダーレスがもてはやされる令和の世において、もはや苔の生えた古臭い概念かもしれません。でもこれが現実。ジェンダーレスも良き概念と思いますが、この古臭い概念も秋は好きです。みんな優しい、そしてみんなかっこいい。当時周りには控えめに言ってろくでもないバンドマンしかいなかった秋はカルチャーショックを受け、一気に職人フェチになりました。男ってこういうことなのか。そんな男たちがか弱い女性一人にキッチンを外させるわけがない。なぜ初めからそれに気づかなかったんだ。大丈夫ですか？と都合のいい解釈をする秋にモヘジは小声でさらなる現実を突きつける。いや、お前が外すのなんか待ってられねえわ。水道屋さんにも次の仕事あんの。いや、それはうすうす気づいてた。先ほどの工程を見てみると分かる通り、
水道外し、キッチン外し、水道配管ということはキッチンを外すまで仕事が進められないんですよ。水道屋さん本来ならいる大工がいない特殊な現場、こんなポンコツ一人に外させてたら押しに押して次の仕事に支障が出る。自分たちで外した方が絶対効率が良い。だから外したまでということでございます。ちなみに後から聞いたらキッチン外したのは初めてで楽しかったとのこと。まあモヘジが何と言おうと男気説の方が好きなので、秋の中では勝手に男気説を採用させていただきたいと思います。秋がキッチン外しに悶絶する姿を期待してくださっていた人が一人くらいはいるかもしれないので、この場を借りてビッグダディ風に土下座させていただきますね。この度はキッチンを自力で外せなくてどうも申し訳ございませんでした。はい、というわけで無事に楽してキッチン外れてめでてえなと言いたいところですが、これは地味に長く険しい道の幕開けに過ぎなかったのだ。工程を見ると分かる通り、キッチンが外れてからニューキッチン設置までに設けられた期間は実に11日間。11日間に及ぶキッチンなし生活が幕を開けたと同時に、このキッチンパネル剥がし、ボード外し、ボード張り、パネル張りまでを自力で行い、万全の体制でニューキッチンをお迎えせねばならない。プロの大工さんであれば1日もあればできる作業だとは思いますが、いかんせん暮らしながらのど素人 DIY であるため、余裕を持ってこの期間が設けられたとのことです。ちなみに前回の壁紙張りもこの間にやっていますよ。通常のリフォームでもキッチンを外してから設置までだいたい1週間は見ておくみたいです。まず最初の難関がこの既存のキッチンパネル外しというか剥がし。石膏ボードに両面テープと専用ボンドで貼ってあるこのキッチンパネルだけを剥がさなければなりません。これがまたガッチガチにくっついており、バートンを持ってしてもなかなか剥がれない。先ほどガス屋さんを連れてきたのはモヘジとは10年来の付き合いの大工さんです。秋も結婚前からの顔見知り、腕も人柄も良く、数年前秋の実家も彼にリフォームしてもらいました。出だしが感じ。出だし先の入り具合。要領を得ないど素人に2人から集中効果的にありがたいアドバイスが飛んできます。せっかくなのでプロの剥がしを見せてもらいましょう。これが大工やでみんな。めちゃくちゃ簡単に剥がせてるように見える。一体何が違うんでしょうか。本来もっと大きなヘラとハンマーでやるみたいですが、あり合わせの道具でバリバリ剥がしていきます。ポケットからさっとカッターが出てくるところがかっこいいですね。この後真似してヘラだけで剥がそうとしましたが全くできませんでした。簡単に見えても一朝一夕では成し得ない職人技なんですね。協賛する。やったーゲット。一周したらもう一回やるんだ。モデルハウス終わらん。モヘヤン曰く我が家のキッチン通常よりかなり細かくボンドが塗られており、剥がしが大変だそうな。なんか悩みでもあったのか。悩みこんなにつけんもん。こちらのコンロ側のボードは破棄予定ですが、その場合もキッチンパネルは完全に剥がさなければいけません。というのも石膏ボードは埋め立て後人体に有害な硫化水素が発生するため、一般ゴミとしては出せず産業廃棄物としての処理が必要だからです。そのため現場では廃棄を減らしリサイクルできるよう濡らしたり異物が付着するのを防ぎ、完全に石膏ボードだけを仕分けして専門業者に引き渡すそうです。ガッチガチのキッチンパネルに発狂しそうなモヘジに追い打ちをかけるようにど素人のポンコツっぷりが炸裂。はい。だからバールでなんか手伝おうとか。やったら俺がねえのとか。え、なんてこと？あ、テコの原理知ってる？この原理聞いたことある。全然役に立った気がしない。役に立ってないですから木じゃねえんで役に立ってねえんだよ。これを切ってだね、ここに入れてくれるかね。それ足の得意分野ですよ。外持ってた方がいいかもしれない。外でやるんですけみたいなのは外でやってるんです剣のかい。剣のかいふざけんなよ。出ました。あまりのガチガチっぷりにこの場で剥がすことを諦め、最後ボードごと破壊したモヘジ。はばきも半分外して後から戻します。うっ
かりアキベイが唯一得意なボード切断破棄を行っている間に、親方が新しいボード張りの準備を進めます。新しい石膏ボードです。ボードは非常に割れやすいため慎重な作業が要求されます。アキベイにできるのは解体とビス止めぐらい。少しでも親方の力になろうと張り切ってビス止めしていますが、1枚目のビス止めが少し甘く、飛び出たビス頭に当たった2枚目が欠けてしまいました。さすがのうっかりアキベイ。うっかりじゃ済まされねえうっかり具合。結局キッチンパネルで隠れるので、なんとかそのまま使えるそうな。よかった。おもろすぎるよ、石膏ボード。いつでも最悪の事態から想定してビビらせてくる鬼監督にせめてもの反抗をするアキベイ。へいちなみに石膏ボード、貼ってある紙が黄色のものが通常のボード、緑色が防水のボードで少し高価になっています。今回防水部分はそのまま活かすことになりました。わかんないから聞いてんだろ。わかんだろお前。何年大工やってんだよ。もう決まってんだろ。こうして珍道中のボード張りが完了しました。そして幕を開けたキッチンなし生活。キャンプ用キッチンを仮設キッチンにしました。趣味がキャンプでよかったと思う瞬間です。お皿にラップをして洗い物を減らします。後日、キッチンパネルの施工に入ります。まずはアルミの見切りをカット。続いてパネル本体をカットしていきます。パネルの色は薄いグレーを選びました。艶消しがかっこいい。パネルには専用の接着剤と両面テープを使用します。コーキングガンを扱うのは初めて。見たことのないおもちゃを与えられた猿のように戸惑うアキベイ。使い方が全然わからない。しかし猿よりちょい上の頭脳を持つアキベイは、なんとスマホで使い方をググることができます。した状態でロットをラビッシュ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 セッツ驚きの下手さなんだけど、これどういうこと？何これ？なんでこんな下手なの？ポンコツパティシエみたいじゃんこれ。センスなさすぎだろ。チュートリアルもんでさ、なんとアキベイ、コーキングガンレベルが著しく低いことが判明。首です。しびれを切らしたモヘジに速攻ガンを奪われました。おとなしく両面テープ剥がしに専念することにしましょう。
全面にも同じように貼り、キッチン設置に備え、周りだけビニールを剥がしておきます。これでようやくキッチンをお迎えする準備が整いました。キングは打ち立て。すごい。感動だよ。かっこいい。信じられへんな。あ、ステンレスかっこよ。おしゃれなカフェの厨房みたいだよ。どうしましょう。こりゃどうしましょう。感動のニューキッチン降臨いたしました。ざっと見ていきましょう。まず気になるキッチンのシリーズですが、クリナップのセントロでございます。なんとキノコから3ランクアップ、松竹梅の松、いっちゃんええやつ。今まで何においてもランクとか気にせずフリーダムに生きてきた秋ですが、いかんせんショールームに行ったことが運の尽き、散財へのカウントダウンの始まりでした。もうまんまですね。ショールームに置いてあったまんまのセットがこれです。要するに一目惚れですね。気に入っちゃったんですね。この黒くゴツゴツした天板が、このダメージ加工の扉が、このかっちょいいステンレスフードが、危険だわショールーム。いいやつだっけ。これいっちゃいいやつじゃない。アラウーノじゃない。バカだ。アラエールじゃない。アラエーないのにしたはずなんだけど。そしてこれおミーレ様、おミーレ様。とにかく予算を抑えたい人はショールームには行かないことをお勧めします。またキッチンだけは妥協するなとのコメント欄や先人たちの教えに従い、思い切ってこれに決めました。油田ですか？油田は今からせっせと掘りましょう。掘り当てるしかないでしょう。詳しい仕様や中身がどうなったかと、また別の機会にご紹介できたらいいなと思います。気になるところがあればコメント欄で教えてくださいね。料理嫌いの秋にとってこのような素敵なキッチンはかなりのプレッシャーとなります。この先、このキッチンが秋にこじらせピーポーに一体どのような変化をもたらすんでしょうか。未知の世界はまだ開かれたばかりです。
ロボット掃除機壊れた。